有村架純さん、坂口健太郎さんがダブル主演を務めました今作品、皆様もう全話見てますでしょうか。今回はさよならの続きの制作秘話をスタッフとともにネタバレありありで思う存分語りたいと思います。イエイイエイイエイ。心臓くんの眉毛が今日はコーヒー豆になってるよ。今日は心臓くんはコーヒー豆なんですね、ネットフリックスは芸が細かいです。ちょっとちなみに心臓くんの中の方は一体どなたなんでしょうか。劇中ではユウスケ役を演じました生田斗真と申します。今回は心臓くんとして進行役を務めさせていただきます。よろしくお願いします。そしてさらに今回は裏話をたっぷり皆さんにお届けするということで、監督の黒崎博さん、そしてプロデューサーの岡野真紀子さんにも来ていただきました。よろしくお願いいたします。ちなみにどちらでしょう。見当たらないんですけど、ちょっと今日姿を変えさせていただいて、今お隣にさてははい、傘です。よろしくお願いします。私は長靴くんです。よろしくお願いします。笠くんと長靴くん、よろしくお願いします。今回はですね、5人で一緒に作品について語っていきたいと思います。黒崎さん、そして岡野さんのお二人もいらっしゃいますので、よりディープな裏話をお届けできればと思っております。それではですね、一つ目のトークテーマにいっちゃってもいいでしょうか。皆さん、電車にご注目ください。はい。一つ目のトークテーマはこちらです。役作りの続き、役作りの続きということでございます。なるほど。まずは紗栄子さんから、役を演じる上で心がけたこととか大変だったこととかありますか？知りたいですか？知りたいな。そんな笑顔で言われたら知りたくなっちゃうな。私が演じた菅原紗栄子という女性は、諦めることが苦手なのか嫌なのか、でもそういった自分の諦めない心っていうことに誠実に向き合ってきたような女性で、自分の人生を歩み進めた結果、人が集まってくるような、なんかそういう女性なのかなというふうに思って、自分の想像する紗栄子像っていうのに近づけれるように組み立てていった気がします。そんな紗栄子さんですけど、笠くんは演出をする上で心がけたことありますか？傘だけにそんなに差し出がましいことは言いにくいんですけど紗栄子ってね、すごく大きな悲しみを背負ったところから物語が出発するんだけど、基本的にはとてもエネルギッシュだし、前を向こうとしてる女性だから、新しい強い女性像を目指しましょうっていうお話を最初に有馬さんとさせてもらって、一緒に考えながら作っていったっていうふうに思ってます。ね、そんな紗栄子さんなんですけど、これ大元を言うとね、長靴くんのなんと岡野プロデューサーの実話エピソードを元に作られたお話です。私が父が亡くなった流れの中で、その記憶転移っていうエピソードと出会って、なんか調べていく上で、強烈に人を愛した記憶ってその人の人生を支えていくっていう言葉を主治医の先生が教えてくれて、でそれがなんか岡田義和さん、脚本の岡田さんの中でラブストーリーに転換してみたいっていう、なんかそこから強い物語が生まれてったなと思って。さあ、そして成瀬くんを演じました坂口さんですけど、どうでしたか今回の役。相当苦労もあったかと思うんですけど。そうですね。でも台本読んだ時にすごいところに挑戦しようとしてるなみたいなところはその台本からすごくやっぱ感じたんですよね。でも成瀬に関して言うと、彼の心の中渦巻いているものとかってやっぱりすごく彼のことを考えれば考えるほど正解は果たしてどれなんだろうみたいな時もあったし、でもだからこそ監督だったりプロデューサーさんだったりカメラマンさんだったりいろいろ話をして話を聞いて、そこで一番のこの最適解を見つけていくみたいな作業は現場ではしてましたね。笠くんはね、本当にたくさんのやり取りを坂口と一緒にしたと思うんですけども、面白かったのは、最初は本当にこのシーンって何%ユースケで何%成瀬みたいなね話し合いもしてました。長い期間かけて撮影しましたけど、
撮影が終わる頃にはなんかいつの間にかその何%とかいう考え方はどっかへ行ってしまって、この時間かけて坂口さんが作ってきた成瀬がそのままストレートに気持ち出してくれればいいよっていうようなやり取りができたのがすごく僕としても幸せなやり取りでしたね。続きましてですけども、ユウスケ、本当にユウスケというキャラクターは太陽のような存在で、かすみちゃん演じる紗栄子をこう照らすわけですけど、1話でどれだけの印象を残せるかっていうのがとても大切だと思うし、プロデューサーの長靴ちゃんや笠くんからも楽しみにしてます楽しみにしてます生田さんのユウスケをって言われることがすごくプレッシャーでしたでも本当にのびとびとねユウスケとして生きることができてとても幸せだったなと思いますね。本当に素敵でした、本当に皆さんの中にもこの生田さんが演じるユウスケという存在が離れないと思います、どう頑張ってもユウスケの存在をこう願ってしまうというか、ね、それを見事に体現してくださいました。だからずっとユウスケの存在って残ってるもんね、全話を通してというか、1話から8話までね、1話から8話まで通してやっぱりでもそのが残れば残るほどやっぱ苦しくもなるし、でも幸せをくれてるってことでもあるとは思うんで、ニヤニヤが止まりませんねありがとうございます。そして最後中村りさん演じましたみきちゃんですけれども、素敵でしたね。坂口くんはそんなね中村ゆりさんと共演していかがでしたか？いやとっても素敵でしたし、なんかかすみちゃんとまだクランクインする前とかでなんかミキさんのへの感情移入のさパーって最初読んだだけだと、ミキさんの気持ちめっちゃわかるよねみたいな話を一回したんです。ミキさんってどこかこの見てる人の心情の語り部でもいてくれてるんで、でもねやっぱ俺もミキをこう大事に見てるんだけどどこか心臓が動いてしまうみたいな、だからやっぱりお芝居してる時はきついなっていう気持ちに時々なった時はやっぱありましたね、実際にねセリフでももともと成瀬さんが好きだったもの、もうそのなくさないでほしい、なんか好きなままでいてほしいみたいな、なんか自分が好き愛した人がどんどんこう変わっていく姿、あれ私の知らない人がいるっていう瞬間があると、置いてかれる感じというか、なんかそういうね、なんか切なかったですよね。切なかった、本当に切なかったですね。そしてね今回中村ゆりさんはこの役のためになんと持ってなかった車の運転免許を取得したという免許取りましたもんね。ねえ長渕ちゃん、大変だったんじゃないって僕がさらっとね免許取りましょうとか言ってはいって言って取ってくださって、だからやっぱりすごくそこもね重要でしたよね。やっぱりミキが成瀬を日々送っていくシーンがとっても大事なシーンだったんでね。そうですね、車のシーンねどれもすごく素敵だったですね。でもおかげさまで中村さんはプライベートでも車乗れるようになったからすごく感謝してるっておっしゃってましたけどねよかったですね。続いてのトークテーマはこちらです。出発進行。グルン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 。次はあのシーンの続き、あのシーンの続きということでございまして、ここからはですね黒崎監督そして岡野プロデューサーのお二人にピックアップしていただいたシーンをメイキング映像とともに振り返ることができたらと思っております。このメイキングシーンなんと今回初出しです。すごい見たことないね。見たことない続きファンの皆様必見でございますということでメイキングシーンをご覧ください。さあ懐かしいですね坂口くん。はい、すごく真剣な顔笑顔がピアノを弾いてるシーンです。たくさん練習しましたね。真剣ですね。ピアノがあるところに行くとどこでも弾いてたよね、どこでも弾いてた。どこでもね。むちゃくちゃ練習してくれました本当に。どれくらいの期間でしたっけお二人？僕のが長かったんです。僕のが半年近く長くて、僕は約半年間だったから坂口くんは多分1年ぐらい練習してたのかな、最初に上がってきたデモはもっと簡単だったんだけど、お二人が練習してどんどん弾けるようになっているのを報告が届くじゃないですか。これもっといけんじゃないかって
楽譜変えてきましたもんね途中で楽譜変えてったもんね。楽譜変えてきましたね。相当大変でしたよね絶対。でもなんかやっぱ説得力というか出ましたよね。ユースケと成瀬がこう弾いてるっていうのって大変だったけど楽しくもある練習時間でしたね。全部ご本人が弾いてくれて、それがまたそれぞれのシーンがすごくパワフルになったなと自信持ってこれは言えます。監督が隣でネットフリックスで世界配信なんで嘘をつきたくないんですって言うんですよ。お願いだから嘘つかせてって思いました。でも嘘つかなくてよかったですね。一生懸命練習してよかったなと思います。さあ次の映像です。こちらどうぞ。これも印象深いですね。いや素敵なシーンですよね。でしたけどね。北海道小樽での雨宿りのシーンですけど、これでもカット的に4人が1つのカットに収まるのが今回のドラマで1つこのシーンしかない、このシーンとかこのシーンの中のある1カットしかないですもんね。そんなことまでこう計算というか考えられてるんだと思って。で岡田義和さんのこだわりでこれメッセージがちゃんとあって、この作品ってユースケの心臓で成瀬は救われるっていう、ユースケから成瀬へのプレゼント、でここは成瀬側から実はユースケに長靴と傘をプレゼントしてたって、この2人は与え合ってたんだねっていう小さなメッセージを岡田さんが込めて作ったシーンですよ。あそこの雨宿りする角のお花屋さんは、実際ね笠くんお花屋さんじゃないんですよね。実際はね、バーですね。本当になかなかその場所が決まらなくて困ってたんだけど、本当にこう食事帰りにあれっていうことになって、それでそういう目で改めて見てみると、この十字路のねストロークがどっちの方向を向いても素敵で、ここがもし大改造に協力してくれて使えたら最高なんじゃないかっていうふうにガラッと考え方が変わって、このお店の方もそうだし、本当に隣もねずっともう100メートル以上にわたって皆さん協力していただいて、たくさんのね地元の方に助けられましたね。はい、本当に。さあ最後のトークテーマはこちらです。出発進行。グタングトングタングトン。はい、次はロケ地の続き。いや、さあ今回のこのねさよならの続き、本当にたくさんのロケ行きました。ロケ地についてお話ができればと思っております。マルカフェですね。どこにこのカフェあるのってね、思いますね。不思議に思ってると思うんですけれども、北海道小樽たくさん歩いたんですけど、その中でたまたま使われてない倉庫みたいなところを見つけたんですよね。たくさんご協力いただいて、もうこのテラスない、桟橋ない、床もなかったです。全部作っちゃいましたね。かすみちゃん、この現場どうでした？作るんですか一からみたいな、なんかその今までだとあまり、ね、考えられない、で見てみたら本当に素晴らしいセットが出来上がっていて、桟橋もすごいこう揺れるんですけど、とっても良かったですね、この場所は。すごいスケールでやってましたけどね。さあ次のロケ地ですけども、これは駅のホームですかね。坂口君、ここはどこですか？今ここに置いてある駅の、モデルというか、ここは山崎駅っていうところで撮影をして、そこ駅名はいろいろ変えて、ここででも2人の初めてこうちゃんとハグをするシーンとかを撮ったりとか、いろんな駅ででも撮影したね。山崎駅でもしたし、ニセコの方行ったり、くっちゃんの方行ったり、小樽駅も、駅というか電車の中で紗栄子と成瀬が一緒に乗ってて、成瀬は降りて紗栄子はそのまままた乗ってったりとか、このすれ違いみたいなのもすごく今回の作品ではとっても影響してるというか、この駅のシーンもね大変だったね。大変だった。大変でしたね。駅使ってない時間に撮ってるってことだよね、きっと営業が終わってから。そうですね。そうですね。ちょうどここのシーンを撮影してる時にその3話でも使ってるんです、この駅。でその3話のシーンを撮影して終わった後にちょっと昼間はその3話のシーンを撮影して、夜にリハーサルみたいなのをなんか2日3日ぐらいに分けて、やりましたね。はい、なんかそれくらい
出てくる感情がやってみないとわからないっていうぐらいね難しいシーンでもあったし、スタッフにとってももちろんどういうふうにどうアングルを切って照明を使うかっていうこともすごくこう考え抜いてやりたかったっていうのもあったんで、ちょっとそこは時間を使って準備をしたシーンですね。続いてのロケ地行きましょう。こちらです。ハワイの空港。そして劇中ではこれハワイということになってますけど、本当はねニュージーランドの施設を改造してハワイの空港にしたということです。エキストラさんたちもたくさん集まってくださって、現地の方々が。かすみちゃんはニュージーランドのロケはどうでしたか？結構長いことね。はい、1ヶ月ぐらい行かせていただいて、サーファーの方たちがこぞって行く有名な海に行かせていただいたんですけど、そこにやっぱりこう砂浜に映る反射、あれも本当に綺麗だったし、なんか普段だったら行けないような場所にも撮影だったらお邪魔させていただいたりもできるし、ニュージーの北の方コーヒー農園が舞台になってるあっちの方に行って、あそこも本当に広大な景色があって、なんか自然とこう声が大きくなるような開放感に満ち溢れた場所だったなと思いますね。僕が非常に印象に残っているのは、そのマンゴヌイで撮影してた時、宿の近くにレストランとか全然なかったんですよ。夜ご飯とか朝ご飯とかどうしようって言ってる時に、スタッフの皆さんとかすみちゃんと一緒にスーパーに行って食材買って、でホテルの部屋にキッチンついてるから、みんなでご飯作りながら、ロケやりましょうって言って、かすみちゃんがご飯作ってくれたりしてそれを食べて朝そこから撮影行くっていう、すごい幸せなロケーションだったなっていうのを覚えてますね。有村さんのご飯美味しかったね、長内ちゃんも食べたよね。食べた。おしゃれなサラダ食べた。おしゃれなサラダ食べた。パスタも食べた。パスタもね。そう、愛情たっぷりの。でも坂口くんは食べる専門だったね。僕も食べる専門僕はもう作っていただいたのを美味しく食べて、美味しいねって言ってる担当の人でした。さあということで、たくさん裏話を語り尽くしたところで、さよならの続き、制作裏話トーク、そろそろお別れの時間となります。皆さん今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。